皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアと異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。今週は3回にわたりスペシャルゲストとして元読売巨人軍の選手で労働組合日本プロ野球選手会を立ち上げ初代会長を務めた中畑清さんをお招きしております。そしてその選手会設立のノンフィクション労組日本プロ野球選手会を作った男たちを書かれた木村幸彦さんにも参加していただいております。エピソード3は労組選手会と日本プロ野球の未来、メジャーリーグとの関係はどうあるべきかです。それではどうぞ。今後これからプロ野球がどうなっていくかという時にですね、今、それこそ WBC も行われますけれども、メジャーリーグとの関係っていうのが非常に、なんて言いますか、強くなってきたというか、確かにメジャー入った人は、ものすごい高額の年俸をもらっているわけですけれども、私なんかが最近ちょっと思い始めたのは、例えば、大谷選手のホームランボールが1億5千万円という値がつくっていうのは、これはちょっとおかしいことじゃないかと。これは、なんかある意味バブルと言ってもいいようなことではないかと。プロ野球、昔私がね、メジャーリーグ初めて取材した頃は、シカゴカブスの外野席は50セントでした。入場料が。で、ドジャースも外野席は1ドルでしたね。で、それでドジャースにいた、もちろん中畑さんもご存知だと思いますが、ピーター・オマリーなんていう人は、ベースボールっていうのはみんなが楽しむものだから、入場料なんかもっと安くないといけないんだということを言っておられたのが、なんか今、ドジャースの外野席で1万円なんていうのは平気な値段がつくっていう、それに WBC の値段も、莫大な上がっている。こんな状態の中でのメジャーとの関係とか、さて、中畑さん、将来の日本のプロ野球どうなっていくのがいいと思われてますか？だから日本のプロ野球っていうよりも世界の野球、ベースボールだというふうに思うんですよ。なるほど。ですから私は組織の中で考えたときに日本の、リーグっていうのはこれだけ世界的に認められているメジャーでもトップクラスになった日本の野球がワールドシリーズに出れないっていうのはおかしいと思うんですよ。僕はアジアリーグの単独のワールドシリーズに出れる権利っていうのをメジャーリーグ、MLB が認めるべきだと思うんですよ。それで真のワールドシリーズみたいなものがゆくゆく行われるような世界になったら面白いんじゃないかなという気がするんですけどね。アジアリーグを作ってほしい。なるほど。アジア代表チームを作ってほしいっていうのが、私の中のこれから世界的に考えたときに、あるべき姿じゃないかなという気がしますけどね。アジアの野球はもう見過ごすことできないと思いますよ。なるほどね。中国も台湾ももちろん韓国も、それからある意味でオーストラリアも含めた上での、そのリーグの優勝チームは当然、アメリカのメジャーと対等のリーグとして、対決すべきだと、そういうことですね。なるほどね。そういう世界が出来上がってきてもおかしくないんじゃないかなという気がしますけどね。でも中畑さん、それね、昔、山本栄一郎さんという社会人野球の選手が、社会人野球を生んだ方が、主張されてたことなんですよね。なかなかうまくいかなかったみたいで。ただ、メジャーリーグとスーパーワールドシリーズをやることは、一緒の意見になってやろうとしていたときに、9.11 の同時多発テロが起こって、話がなくなってしまったと。で、なくなってしまった後に、突然 WBC っていうのがポンとメジャーリーグの方から言われて、だから山本栄一郎さんは非常に怒っておられたんですけれどもね。
だからそういう、なんていうか、メジャーリーグ中心のものではなくって、対等のことになるっていうのが、これからの NPB のなんていうんですか、目標にしてもらいたいっていうような感じがありますけど、どうですか、中畑さん。必ず一方通行じゃないですか、いつも。メジあ、ャーそう、リーグに右にならないじゃないですか。本当そうですね。ルールもそうですね。何も、みんなそうじゃないですか。そうですね。ルールなんか逆に日本から逆輸出してもいいんですよね、アメリカに。はい、はい、メジャーリーグに。はい。私は、いらないルールだったら取り入れることはないと思いますよ。聞くう必要もないん、と思うし、はい。独自の野球界っていうか、野球うん、の世界を、野球、ベースボールと野球は違うん、うんだっていうところもあっうん、てもいいんじゃないかなという地位になってきたと思うんはい。ですよね。なるほそのぐらいどね。の自覚を持って、日本のうん。立場で野球を楽しんでいく、作っていくっていう考えも生まれてきていいんじゃないかなと思いますけどね。なるほどね。もっとこう、なんて言いますか、日本の野球を育てる、日本の野球にプライドを持って、はい。メジャーと対峙していきたいという、はい。そういう感じですね。そういう感じですね。はい。そういう感じですね。そえれはどうなんでしょうね。親会社が持っているこの今の組織、これはやっぱり変える必要があると思われますが、どうですか？いや、私なんかは、うん、この組織は今のスタイルを維持しないと成り立た組織ないんじゃないですかね。維持できないですかね。維持できないような気がしますけどね。やっぱり、広告じゃないですけど、はい。やっぱり競い合うという形っていうのは日本人好きですよね。うん、そうですね。はい。だから、はい。各企業同士でも、そううん。いう意識っていうのはあった方が、うん。まあ、応援のしがいがあるっていうのかな。はいそうはい。いうのも、うん裏にあるんじゃないかという感じはしますけどね。私のなる中でほどね。はですよ。個人う的には。ん、うん。サッカーのね、要すはい。るに組織のように、日本サッカー連盟が全部なんて言いますか、組織はい。として存在していて、はい。高校サッカーも中学サッカーもはい。社会人のサッカーも、それから J リーグもとうん。いうような組織っていうのが野球にもできないかなという感じがしているんですけれどこれもね。永遠のテーマですよね、玉木さんね。ああ、やっぱりそうですか。これ今一生懸命やろうとしてるのは王さんのそ急進会っていうのは、う。はい。その意識を持って野球うん。界をピラミッド型みたいな形でサッカー界はい。と同じような組織作りをしたいと。うそういうん。形を作りたいんだっていうのではい。立ち上げたのは急進会なんですよね。そして、栗山さんなんかも一緒になってっていうようなところはい。ですね。はい。私も入ってますけど、はい、はい。失礼しはました。はい、どうい。も。でも理想はそうですけど、うん。本当に日本の場合は難しい問う題がん。多すぎまうん。すね。あまりにも細なるほど。かすぎる。ああ、そうですね。大学は大学、高校は高校、中学は中学、それからリトルリーグはリトルリーグで、全部バラバラの組織になっていて、そうなんですよ。一つにまとまっていない。それで野球の人口だけが減ってきているという現実はあるわけですよはね。い。はそこのあたりはどうなるか。いや、それ、木村さんどうですか今の話の進みようで。うん、まあ、さっき、まず最初に言われた、国際大会みたいな話は、はいはいはい。これ実はね、昔、中日や太陽で活躍された森徹さんがね、一時グ無理。ローバルリーグ構想ってのははい。やって、まあ、ちょっと頓挫しちゃうんですよね。はい。世界規模でのリーグ戦やろうということで、森徹さんちょっと動くんですけど、これもまたちょっおー。と実はね、資金が枯渇して、はい。ベネズエラまで選手団結成していくんですけど、おー。まあ、途中でお金がなくなっちゃって、はい。ホテルから出れなくなっちゃったとか、まあ、そんなお1969年ぐらいの話ですね。ー。ああ、まあそう構想ですか。としてはあるんですよ。森徹さんも江藤真一さん同様にちょっとそういう夢を見る方だったんで、はい。で江藤さんはだから女子野球とか、それからはい。今でいう独立リーグ構想ですよね、野球大はい。学とか。はい。まあ、先人たちはそれもちょっと頑張ってたわけです。なんか夢があうん。ったなと思うんですよ。なるそれを考ほど。えると。で、うん。さっき言われたその統一、まあ、競技団体ですね。はい。これまあ一つ手本になるのが FIFA、国際サッカー連盟だと思うんです。はい。で、ところがですね、これ僕が今ちょうど取材してるんですけど、FIFA がどんどん腐敗し始めてる。で、はい。これがなぜが理由かというと、まさにその、一つの国に一つの競技団体。で、統うん。括は FIFA ということで、これ何が起きるかというと、やっぱりね、独裁が起きちゃうんですよ。で、おー。それは、2000、うん。各国の
うん。組織の独裁ということですか？まず FIFA が独裁ですね。ああ、はい。2015年にもう FIFA ゲート事件というワールドカップ招致国からものすごい賄賂をもらってたあ、と。もらった、はい、ありましスたね。ポーツ権も含めて、放映権もはい。含めてですね。で、それで一回 FIFA が、これをじゃいけないということで、総入れ替えをするわけです。逮捕者まで出ちゃったわけですから、はい。贈賄でね。で、はい。その時に、会長になったのがインファンティーノという今の会長なんですが、はい。10年経ったらその党の会長が自ら作った FIFA の倫理委員会というのに訴えられてるわけですよ。ああ、はうあ、はあ、はあ。政治的公平性を欠いているという。だから、僕もそのピラミッド型で作っていくことは賛成なんですけども、はい。やはりこう立ち上がっていく段階からかなりガバナンスの効いた規約とかをう作っていないん。と、今の FIFA は反面教師として見ていったうん。方がいいかなと。なるほど。これもちょっと今取材をしているところではあああ、るので、そうですか。出たら発表まあ、いしたいと思います。ろいろ難しいことが多いようですけども、う中ん。畑さん、はい。私のこの YouTube では、メジャーリーグに詳しい、福島さんが、インドのベースボールとか、それから、アラブのベースボールを取材されてるんですようん、ね。うん、ほんで、それでもう、ベースボール自身が、今、ヨーロッパにもだいぶ広がりましたし、世界に広がっているということも確かですよね。うん。そのあたりで、日本のプロ野球もどうなんでしょうね。中畑さん、はい。労働組合作られた後は、コミッショナーになってもらえませんかね。いえいえいえ、はははじゃなくて、そんな人間じゃないですよ。いやいやいやいえやいや、そんなえ。人私はカラオ間です。ケ歌ってればいい方ですから。いやいやえいや、でも、労働組合作られたわけじゃないですか。え、ええ、それこれ、は無誰もやら臭に、なく、う無ん、臭になれるものがありましたよね。えでも今のコミッショナーっていうのは、どういうことをどうしたいのかというロマンって聞いたことないです、あんまり。いやだから聞いたことないでしょ。はで、今、おまけにね、僕らの、ジャーナリストの友達なんかにね、お前って日本のプロ野球のコミッショナー誰か知ってるかって言ったら、誰も答えられないですよ。い。ああ、で、今本当ですよね。私も名前言おうとして、今忘れてしまって言えないぐらいなんですよね。関西の実業家の方のトップの方ですけれども、何をしようかということもまるでない。要するに、まあ、言葉は悪いでで、すけど、お飾りになってますよね、今のところ。ある程度は野球界はい。を理解した上で、うん。そういう理解力のある人がトップにいてくれて、うん。何をすべきかとか、どうあってほしいはい。とか、いうはい。理想論とか、いろんなものを、掲げたものをうん。言葉で発信してほしいですよね。ああ、そうですよね。ええ、そうそうですよね。いうコミッショナーが一度でもいいから出てきてほしいなというな気はしまるほど。すね。ま今、あ、中僕は畑さん、はい、はい。一度は動いたことあるんですよ。おい。西本さん、阪急のああ、監督さんだった西本さんが、西本幸雄さん、はい。はいはい、一度おはい。願いして、梨田を通はい。してお願いしたんですけど、はい。断られましたけど、だから、ああ、まあ、私は野球界の OB で、ある程度理解した人が一度コミッショナーみたいな形で君臨してほうん。しいなという理想はありますね。さあ、中畑さんに今私が頼んで断られちゃったんですけれども、だったら王さんですかね。今、一今、王さ番。ん一番身近に感じる人ですね。一生そうで懸命です。すね。今、野そうで球界をなんとすね。かしようとはい。いうことで、本当に体が張ってやっていただいているのが王さんだと思いますね。なるほどね。はい。まあ、日本のプロ野球界というよりも、日本の野球界全体で今一番の問題というのは、野球人口がどんどん減ってると、他のスポーツよりも減り方が急激なんですよね。ここのあたれ、りに対しても、やっぱりなんか全体として、動きを起こさないといけない時が来ていはい。るんじゃないかと思いますけど。確かに中、はい、はい。野球人口減ってるんですけど、野球人気は上がってるんですよね。うん、そうですね。で、昔に比べて、はい。もう、事情が減らざるを得ないところに来てることは間違いないですよね。出生率もはい。含めて。それで、なるほど。競技が、世界レベルの競技で数多く日本の選手うん。代表がいろんな競技に、はい。今までだったら野球とか、うん。ある程度範囲が決まってたじゃないですか。そうですね。ろろ我々の時代はと言いますか、我々がえ若い時の時代にはね。
メジャー級そうですね。のスポーツしか、目指さなかったんですけど、今違うじゃはい。ないですか。いろんな競そうですね。技が世界レベルで日本の代表選手が金メダル取ってくれたり、世界一にはい。なったり、興味の幅がすごくどんどん広がってると思うんうん。ですよね。うん。うん。だから野球にとどまらず、いろんな競技に出てスポーツをやってくれてるっていう世界は私は歓迎してるんですよ。なるだから日ほどね。本の野球人口が減ってるってマイナス思考じゃなくて、野球はい。人気もあるし、他のスポーツの人気も幅が広がってきてて、うん。そういう方向に、目を向けてる子供たちが多いっていうことも、そのはい。環境も私は喜んでやるべきだと思うし、なるほど。野球も楽しいスポーツだよってことを継続しながら教育していく、うん。野球人口を増やしていこうという努力もはい。必要だとは思いますけど。なるほどね。はい。まあ、そういうふうにして日本のスポーツ界全体が、それはい。こそ広がっていって、それが、え日本の社会を豊かにするような動きに、こう、はい。連動していくような社会にはい。なれば、そう、一番いいわけですそのトップにからね。野球があればいいんですよ。なるほどね。はい。いやいや、今日はもう、本当にいろいろ話を聞いて、中畑さん、おはい。忙しい中、ありがとうございました。いえいえ、これ楽からは、しかったです。あれですか、まあスプリングキャンプ、春のキャンプの取材とかで、またはい。お忙しくなるっていう感じですか？1日からジャイアンツから入ります。ああ、そうですか。はい。まあ、で、どうですか、今期待されている、今シーズンに期待されていることって何ですかね？やっぱり、ハラハラドキドキする、シーズンオフの優勝争いっていうのを期待してますね。そなるれは、ほどね。いいです、いいね。ですね。そのハラハラドキドキするっていうのがはい。一番の野球の魅力ですよね。そうですよもうね。ねえ。こう、それこそ大相撲に負けないように、あ、今、本当ですね。今、大相撲盛り上今がってますからね。そうですね。ハラハラドキドえキですよ、やっぱり。そうですね。ハラハラドキドキっていうのは一番スポーツにとっていいことかもしれないですね。そうですそうですね。ね。は木い。村さんどうですか？今日の話を振り返って。いやいや、ちょっと玉木さんと中畑さんがまた休校を温める場が、ね、とても良かったなと思います。半世紀ぶりですからね、真面目に喋るのは。そうそうですね。昔はいろいろありましたですね。本当にも本当ですね。う。私も雑誌の取材をやっていた時にもなかなか雑誌だったような中に入り込めないのに、どんどん話をしてくれた高畑さんやら、大変感謝しております。い本当に。えいえ、楽しかったそれです。こそ、残念ながら中畑さんがコミッショナーになるというのは断られましたけれども、これから、王さんでも、誰でも、こう、なんて言いますか、抱えて、日本の野球界がどんどん発展するように、はい。心から祈っておりますんで、はい。中畑さん頑張ってください。よろしくお頑張っていき願いします。ましょう。はい。お互い頑張りましょう。はい、そうしましょ年寄り同士頑張りましょう。う。OK。頑張りましょう。本当に、ありがとうございましどうた。ありがとうも。木ございま村さんもありがとうした。ございました、今日は。はい、打ち上げありますね。玉木さんも来てくださいね。ああ、そうですね。はい。わいっぱいやりまかりました。中しょ畑さん、本当はい、にありがとうございましう。どうた。も。はい、お疲れ失礼し様でした。ます。お疲お疲れれ様でし様です。た。いやー、中畑さんのお話、最高に面白かったですはい。ね。小崎さお元気でんは、したね。俺の植木で、昔、それこそ、中畑さんがまた新人で入ってこられた頃、長はい。嶋監督の時代ですね。うん。私ももう雑誌記者として、走り回っていた時で、はい。取材した時に、駒澤大学サンバガラスとして入ってこられて、ほう。長島二世と呼ばれて、ああ、それは、そう、すごく、覚えてますね。なんか、僕も派手だったっ子供の頃。ていう割には、自分でもおっしゃってましたけどね、ダボハゼのように出て、よくダボハゼって言われたボールに、ボールに、打ちに行ったっていうね。ボール打ち。だから本当に労働組合の会長、委員長として、う我慢ん。されたということが、本当に、素晴らしいことだと思いましたけれうん。ども、大リーグの労はい。働組合を作ったんで有名なマービン・ミラーというはい、はい。弁護士の方ですけれども、はい。この方もアメリカそのメジャーの経営者たちからも打滑のごとくに嫌われて、いじめられていた人、でも選手の、
権利を守ったもともと鉄工労連の会長だった人ですそうそう、ね。鉄工労連のだから会長だった組合んですよ。のスペシャリストですよね。エキスパートだったんですよね。それでもう、球団経営者からいじめられたんですけれども、でも、組合をすごくこう育て上げた人ですけれども、この方、2020年に、アメリカの野球殿堂に最近イチロー選手が入ったんで有名になりましたけど、この殿堂に入ってるんですね。このあたりがね、アメリカという国というか、そのアメリカのメジャーリーグの、なんか懐の深さって言いますかね。それはすごいなと思いますね。だから、私、中畑さんと喋っていて、この喋り落としたことがそこだったんですよね。コミッショナーなってくださいって言って、俺はダメだ、ダメだって言っておられましたけれども、本当、中畑清初代労働組合委員長を、日本の野球殿堂にやっぱり入れるぐらいの努力を日本のプロ野球、NPB も示してほしいですね。もうそれをつくづく思いますね。中畑さんにはそれぐらいの価値のある方だと思いますよ。ただ、それともう一つ、ちょっと中畑さんに聞き忘れたと言いますか、話し忘れたことがもう一つありまして、それは、最近、プロ野球選手の労働組合への非加入者、入らない人が増えてるんですよね。これについてどう思われますかっていうのを聞いて、一言、勝つっていうのを言ってもらいたかったですね。というのは、これもまあ、名前出してもいいでしょうけれども、佐々木朗希選手なんかも入ってなかったんですよね。で、入ってなくってアメリカに行く、権利だけは、労働組合が勝ち取った権利だけは取るっていうのは何かこう、気分があんまり良くないですよね。やっぱりそこの中で労働組合の一員として、プロ野球を育てていくという立場として、組合には加入してほしいというふうに、ここで改めて言っておきたいと思います。そうですね。メジャーリーグもね、もう100年の歴史の中で少しずつ勝ち取ってきた権利ですよね。FA にしても。そうですね。で、それをモデルにして日本の労働組合も作ろうと中畑さんが動いて今まで続いてきたわけですからね。それはプロ野球の選手になった人はその価値といいますか、歴史をきちんと踏まえてほしいですね。なんか中畑さんも組合作った後にそれこそマスコミの仕事でキャンプなんかに行った時、選手からよくお礼を言われたそうですね。ありがとうございますね。要するに、最低年俸制度っていうのを一番最初にやったんですよね。というのは、当時二軍選手は280万円。年俸280万円が最低だったのを360万円に引き上げて、から一軍選手は最低年俸が600万円だったのが840万円に引き上げたと。それを中畑先生が中心にやって、労働組合としてやったので、中畑さんありがとうございますってよく言われたときは、中畑さんもやっぱり嬉しかったそうですね。そうしてみますと、年俸は昔少なかったですね。プロ野球選手といえども。これ大リーグも一緒でね、それこそミッキー・マントルなんていう選手がせいぜいで日本円にして当時の4000万円ぐらいの選手だったらしいですよね。それこそ、大谷選手がね、10年でもう10億ですか、を超えるようなとかいうような額になったっていうのは、労働組合のおかげだった。おかげですよね。だからそんな時に、佐々木朗希選手も日本の労働組合に入らずに、アメリカの労働組合に入るっていうのは矛盾ですから、ますね。ですね。入ってほしいと思いますよね。それと、最初言いました、中畑選手、野球殿堂、絶対に日本のプロ野球の名誉にかけて選んでほしいですね。栗山さんも入ったんだから、中畑さんも入らなきゃダメですよね。中畑さんは、組合を作った当時は、赤畑清と呼ばれて、読んでいじめる人もいたらしいですよ。そういう方
こに行ってしまうっていうのがね、ちょっと悲しいところありますよね。当然の権利を主権利を張してるだけですからね、別にそれが赤旗だとかね、左翼だとかそういう意味じゃないわけですからね。でも中畑さんの話、非常に面白かったです。中畑さん、本当出ていただいて、本当ありがとうございました。改めて、お礼申し上げます。はい。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。